どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今日も緊急で動画撮ってるんですけども、X ですね、これ僕の。昨日ね、1日経っちゃったんですけど、M3 MacBook Air 出ましたね。いきなり登場ということで、そういう機会にぜひね、X フォローしていただきたいんですけども、いきなり出ましたね。これはびっくりした。詳細を見ていきましょう。リアルタイムではこっちで更新してるんで、自由自在の M3 世代でございます。3月8日発売になってます。で、今、注文できますね。学割とかもね、できるので、ここも合わせてね、お得な買い方みたいなところもね、ありましたんでね、見ていきましょう。とりあえず MacBook Air。はい、来ました。おお。これ、ミッドナイトですね。で、どうやらなんか指紋対策がされてるらしい記事を見たんですけど、本当かな？すごいぞこれ。自由自在の M3 世代ということで、今回なんで M3 チップね、待望のやつが来ましたね。超ポータブルボディなのに最大18時間。これ少し持ってますけどね、正直ね。価格がなんとですね、今回、据え置きになりましたね。16万4800円。これは嬉しい。分割払いで6866円。24、2年分か。で、M2 のモデルが今回14万8800円になりました。なんで1万6000円かな？安くなりました。ここら辺についてもね、どっち選ぶかっていうのはお話ししようと思うんですが、3月8日ですね、発売になります。変なね、日にち、結構スパンが短いんですけど、持ち運びやすいデザイン、フットワークまで軽くなるということで、デザインはね、今回変わっておりません。超軽量で1.2センチの満たない薄さ。すごい薄いですね。で、あなたの毎日に軽やかにフィットします。地球環境に配慮した設計ということで、アルミニウムは同じですね。で、13と15インチになります。ここは同じかな？ M3 モデルは。で、今回 M2 のモデルはね、15インチなくなりました。おそらく売れてなかったんじゃないかなと思うんですけども、で、13インチは極めて持ち運びやすいと。15インチは少し大きい感じで、カラーはですね、一緒です。ミッドナイト、スターライト、スペースグレイ、シルバー、同じです。で、もしかしたらミッドナイトに指紋対策がされてるんじゃないかっていうのを僕見たんですけど、ちゃんと調べておきます。定かじゃないんですけど、こんな感じで出てますね。あらゆるタスクを、そうだ、で、2台のそうだ、ディスプレイ、外部ディスプレイね、作業対応しました。これと後ほど詳しく話します。閉じた状態で2台。今まで1台だったんですけども、有り余るパワーというところで、M3 チップで M1 と比較して最大 1.6 倍高速。M1 ですね。なので M2 比較だとそんなにやっぱ差がないので、こういう表示にしてるんだと思います。最大13倍。これもインテルベースね、の MacBook Air です。これ多分下に書いてあるんだけど、バッテリー時間も同じですね。M2 のモデルと。あれがしたい、これがしたい。あなたが何をしたい時でも MacBook Air を開いた瞬間にスタートできます。バッテリー持ちそもそもなかなかいいんで、M3 のモデルはそうで、ニューラルエンジン。AI が少し強化されてるのと、あと声とか画像認識とかかな。微妙に違うんですけど、そんなに期待しなくていいかなって感じ。はい、バッテリーね、Apple シリコンね、十分いいですからね、M1 の時点で。3で、ダイナミックキャッシングと、ハードウェア、このアクセレレートレーシングか。ダイナミックキャッシングは、うまいことメモリを割り当ててくれるみたいな機能ですね。で、ハードウェアアクセレレーテッドレートレーシングは、影の表現とかがリアルにね、ゲームとかですよね。してくれると。13インチだと M2 と M3 やっぱあんま変わんないかな。で、Core i7 の、インテル版の一番いいやつと比べて13倍、イメージフィルター、2.8 倍、ゲームか。3D レンダリング、いろいろあるんですけど、3D レンダリングに関しては伸びてますね。割と見た感じ。他はそんなに変わんない気がする。Windows ノートパソコンとの比較もされてますけど、そんな感じでございますかね。なので、ラインナップが M2 チップの13インチと13、15インチの M3 チップになりました。性能的にはやっぱりそんなに 1.4 倍か 1.6 倍なので、ほんと 20% ぐらいですか？ほぼ変わんない気がする。だいぶディスプレイの出力が1台だったのが2台になりました、今回。ただ、ノートを閉じた状態です。ノートブックを。なんで開くと、これね、この MKBHD っていう方がね、これ海外の YouTuber なんですけど、閉じた状態で2枚は開くんですけど、面白いのが、この状態で、例えば MacBook Air 開けるじゃないですか。そしたら外部ディスプレイの一つが消えるらしいので、MacBook Air を開けた状態で2台は使えません。注意ですね。ただM3 のモデルね、MacBook Pro でもできないんで、ここはいいとこかなと思います。よくわかんないけど。で、Wi-Fi 6E に対応しました。これはって感じかな。ただ Wi-Fi のルーターもですね、Wi-Fi 6E に対応してないと意味ないので、Wi-Fi 6E のルーターある人はすごいいいのかなと思います。はい。
Mac にようこそ。ここら辺は前と一緒じゃないかな。OS の話だと思うんで、セットアップとか、ディスプレイ、カメラ、オーディオ。画面とかに関しては一緒ですかね。確かね。変わってないはず。明るさとかも特に変わってないですし、500ニットで。カメラと、なんかね、マイクがね、仕様見たら変わってましたね。3マイクになったのか。クリアになったみたいです。どうやら。あと、サウンドシステムもね、微妙になんか変わってたんですよね。良くなったのか悪くなったのかよくわかんないですけど、2つのウーファーと2つのツイーター。ポートに関しては、変わってません。残念ながら。右側に USB-C があるとかはない。ここは全く一緒。つけてくれ。サンダーボルトが2つと、マグセーフとヘッドホンジャック、閉じた状態で外部ディスプレイっていうのは使えるんですけど、タッチ ID とかも一緒ですね。Apple Pay 払います。バックライトついてます。キーボード。これなんでやっぱりインテル版からの買い替えかなは割と促進してる気がする。正直これ嘘じゃないぐらいね、持ってないぐらい全然変わるんで、13倍全然違うからね。30% アップとかじゃないんで、13倍ですから。全然違うやん。ただ M1 だとやっぱほら 1.6 倍になるんで、M1 から比べても性能差は感じるのかな。感じるとは感じると思います。M1 からならまだありかなと思うんですけど、AR っていう感じでございますね。で AR とプロという選択肢になってます。ざっくりそんな感じですかな。仕様だけサクッと見ようかなと思うんですけども、ここら辺は一緒かな。コア数とかもそんなに変わってないですね、正直ね。10コアのモデルが少し確かね安くなった気がする。ちょうど見ますけど、画面も一緒だね。ここら辺もね、後で M2 と比べますけど一緒で、大体一緒だな。外部ディスプレイのサポートが変わったところですね。一番ね、2台目が一応閉じた状態。MacBook Air を閉じた状態であれば2台出せるっていう風になりました。今までは1台しか出せませんでした。オーディオとか、ここら辺も一緒ですね。Wi-Fi 6E が変わったと。あと、なんかあるか？オーディオがね、微妙に変わってました。後で見ますけど、サイズ感とか全く一緒。重さも変わんないです。ほぼ変わんない。比較はこの後します。なんで、ラインナップ的にはこの M2 チップの13インチが14万8000円かな？ 14万8800円で、13インチの M3 チップが16万かな4800円。今までと据え置きになってます。ここはストレージの違いが一応10コアになるんですけど、プロセッサが2つあるね。8コアか10コアです。GPU が。正直ここの違いはね、ないと思います。ないよりはあった方がいいぐらいですけど、で、メモリは、今までと一緒16、24なんですけど、3万円プラスですね。確か2万8、微妙に値上げしてる、ここら辺は。で、ストレージとかも値上げしてますね。面白いのがね、このメモリを16以上にすると、付属品っていう感じで、10コアになります。ただ、この分のお値段は乗ってこない。なんで、プラス3万円で、つまり19万4800円で、10コアになるっていう。ここはなんで実質値下げなんじゃないかなっていう部分ですね。で、ストレージを上げるみたいな。今回僕が買った構成は、メモリが 16GB で、メモリね、今回16にしました。24だったんですけど、今は。1個下げてみようかなと思って、大丈夫そうな気がしてるんで、ここもね、レビューしたいなと思ってます。で、こっちはなんで自動的に10コア GPU になりますね。16または、512GB 以上でもプラスされます。容量は 1TB にしました。今確かですね、ギガ280なんで、700GB、800ぐらい使ってるの。150ぐらいは使ってると思うので、システムで10GB ぐらい使うので、なので動画やるんで 1TB にしてます。動画編集するなら512以上は欲しいかなと思いますね。付属でついてくるので、でも25万で、24で前の構成にしても、28万か、そんなにほぼ価格としては変わってないので、はい。で、受け取りは少し伸びてきてるかな。ただベースモデルはね、512、でも伸びるな。256でも、でも伸びてますね、微妙に。3月12になってる。蓋はね、正直、これは30W これでいいけど、これついてくると思いますけど、そんな感じですかね。後ほどまた別の動画で詳しく話します。あとは、で、軽く比較します。これがM2 のモデル、こっちM3 ですね。で、M3 の MacBook Pro 14。一応比較するんですけど、で価格は1万6000円差ですね。ここは非常に難しいですけどね。正直 M2 でいいと思うけど24万です。M3 の MacBook Pro。画面サイズが微妙に違います。チップは違う。CPU とか GPU ね、メモリも最大は一緒なんだ。結局ここら辺同じなんで、バッテリーはやっぱり14インチが一番いい。M2 と M3 は変わってない。はい、タッチ ID も一緒で、基本やっぱ一緒ですね。メモリ、このハードウェアアクセレレーティとか、レイトレーシングが入ってる。これでもゲームとかですかね。メモリの帯域幅も一緒なんだ。結局。この AV1 デコードエンジンっていうのが M3 は入ってます。もしかしたら YouTube とかにプラスになるかもしれないけど、多分あんま変わんないと思います。これが多分 3D
どうなんだろうね。レンダリングで影響してんのかよくわからないんですけど、メモリとかは一緒で、256があるかな、ストレージは。画面とかもやっぱ全く一緒なんですよね。はい。で、14インチはやっぱり画面綺麗です。はい、ここは割とでも目で見たら分かるぐらいかなっていう感じ、個人的には。プロモーションテクノロジー入ってます。滑らかではあるけど、でやっぱり重さがね全然違うんで、これがいいところなんですよね、僕エアーを選ぶ理由は。性能だったらやっぱりこっちの方が、プロ14インチの方がねファンとか入ってるから、サイズ感全くなんでデザインも一緒ですね。カメラも意外と一緒なんだスピーカーはやっぱり14インチはいいです。全然これは割と違う。ポートも HDMI は入ってますね。 M2 と M3 はもうね微妙にこのワイドなステレオサウンドっていうのが消えてて、ここがどうなのか聞いてみないと分かんないんですけど、微妙にスピーカーが良くなってるのかもしれないです。あとこのマイクとか、ビデオの通話みたいなところも変わってるみたいですね、微妙に。でも大体一緒かなWi-Fi6E にはなってます。M3 のモデルはやっぱ全部ね。14インチは HDMI ポートと SD カードスロット入ってるクリエイター向けな感じ。そんなもんかなって思う、正直。バッテリーに関しては基本ね一緒なんですよ。最大ワイヤレスインターネットで見たら全部15時間。 M3 だから増えるわけではないです。容量も一緒なので多分変わんないんじゃないかなと思う。そんなに14インチは持ちはね一番いいんじゃないかなと思います。多分アダプターはでかくなります。充電器はでかいのが必要になります。こっち30W あればできるんで、ここはいいとこかなと思います。70W あればね高速充電もできるんですけど、そんなにやっぱりね細かいアップデートって感じです。基本的にはやっぱりいわゆるマイナーアップデート。どうですか皆さん、M2、M3 どっちを選びますでしょうか。ぜひねコメントいただければと思います。どうしようかなっていう感じではある。難しいこの選ぶの、買ったか買ってないかみたいなところも教えてもらえればねと思うんですけども、お得な買い方みたいなところですね。今やっぱ新学期キャンペーンやってるので、学生とか教職員の方はプロキア 20% オフとか M2 がね13万円台で買えます。これは結構安い。しかも2万4000円分のギフトカード。 M3 も14万9800円で2万4000円分。だいたい全部同じ感じですね。2万4000円分。プロだからって別に金額が変わるわけじゃないです。ギフトカードは全部一緒。そんな感じかな。M1 とほぼ同じ価格になりましたからね、これね。これは買いですね、かなりね。iPad もどうなら出るのかなわかんないけど。あとはこの下取りパターンもあるかな。でも Mac はねそんな高くなかったな、見た感じ。持ってるやつを下取りに出して、金額から引いてもらうっていうことができるんですけど、ギフトカードは今回例えば Mac 買う時に引かれるわけじゃなくて、これ買った次の時に、アクセサリーを買うとか Apple Store で使うとかね、アプリ買うとか、そういったことはできるんですけど、本体から引いてくれるので、でも Air だと5万8000円なんでちょっと微妙かなっていう気はするM1 でもね7、8万ぐらいで売れるんじゃないかな。状態によるけど、基本そんなね Mac ってボロボロになんないと思うんで、 iPhone とかだとやっぱ落としちゃうとかあると思うんですけど、あとはね楽天リーベイツかな、 4% 還元がございますので、これとなんで学生さっきの学割のやつと組み合わせてやるとすごいいいと思います。もちろんこれ 4% つくんで、昨日でも 5% だったかな。4% は高い部類になると思います。ただ今回ですね、M3 のモデルはさすがに対象外になります。でこれ押してもらってストアに進むとこのまま飛ぶので、ポイント適用されるので買うっていう感じではあるんですけど、 iPhone 15は対象になってますね。まだねありかも15 Pro は対象外かな。iPad とかも対象になるのでなんですけど、これ1個ね抜け道見つけましたM3 でもポイント還元もらえる方法がね、ビッグカメラあったまさかの。これビッグカメラでストアに進んであるんですよ、ほら。MacBook Air。これビッグカメラ内だと何でも使えるんですけど、はい。で、しかもポイントこれね、8000ポイントもらえる。全部のモデルってわけじゃないけど、メモリが16まではいけるね。容量は512までです。なんで1テラ以上欲しいなっていう方は、最初には外れちゃうんですけども、これ結構いいと思うぞ。2% でかいぞ、地味に。で、ビッグカメラのポイントもつくんで、実質 7% 還元かになると、1万円ぐらいになる。結構でかいぞ。一番安いモデルでも。20万だとね、1万4000ぐらいと後で計算しておきますけど、ショッピングローンも使えるしね、しかも無金利で36回まで。良くないですかこれかなり。全然ビッグカメラの回し物とかじゃないんだけど、こういう方法もありました。そんな感じですかね。お得な方法は。iPhone のやつもね、この前やったんで、リーベイツね、普通に日清とかギャップとか、ユニクロとか僕使うんですけど、アプリ以外も全然使えますので、ぜひね、JAL もね、使えます。これ国際線にはなるんですけど、5% 戻ってくるからね。JTB とか、旅行割とね、楽天トラベルとかあるんで、これは使った方がいいです、マジで。JTB とかあるし。海外 4% でかいぞ、地味に。お得な買い方とかね。質問あればね、何でもコメントね、気軽にいただければと思います。服については、そうだ、次、iPad 出そうなので、ここら辺今、
発表会ね。発表会がもしかしたらなさそうな気がするんですけど、またまた出します。で、iPhone 15の、まあ、これ今なんで 4% 還元ですね。Mac に関しては、これ操作、紙アプリちょっと見てほしいな、これな。まあ、新学期キャンペーンこっちで解説しております。釣り祭りゆうま。まあ遅いけど。この Mac の選び方は一回見ておいていいかもしれないですね。これが一番おすすめになります。これ見て、またこの動画見るとすごいね、わかりやすいかなと思いますので、まあ、レビュー動画ね、M2 とかあるので、1年6ヶ月レビューとかぜひね、見てもらえばと思います。で、コミュニティ欄で新生活セール終わっちゃったけど、これ出ましたよとか出してますんで、X もね、ぜひね、見てもらえばと思います。ナッシングとか今日出てましたね。この動画少し狭よかったなと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。で、またM1 との比較とか全部出していきますので、はい、気になる方は通知ベルを押してお待ちください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。じゃあ、またねー。なんで急に出したのiPad はね、出なかったし、どうなんだろうね。わかりません。もうなんか遊ばれてる気がするアップルに。よくわかんねえわ、俺も。